どうもこんにちは、川勝の健です。本日は国産のジビエレザー専門ブランドバリードさんに密着させていただいたのでご紹介します。バリードさんは鹿、イノシシ、クマなどの野生動物から取られた皮、ジビエ革を専門に取り扱っている革屋さんです。日本各地の漁師から原皮を集めタンナーで革にするというお仕事をされていることに加え、ご自身も漁師として活躍されています。僕は数年前バリードさんのイノシシ革を初めて見た時、その豊かな表情と質感に惚れ込みました。そこから岸沢区の革靴としては定番として幾度となく使用し、アイコン的存在にもなっています。お客さんにも非常に気に入っていただくことが多く、イノシシ革、クマ革はオーダーの3分の1ほど占めるほどたくさんのご注文いただいている、そんな注目の素材です。今回の動画ではバリードさんと一緒に山に入り、実際に漁師としての活動や革作りのきっかけとそこに対する思いなどを取材させていただきました。漁師ならではの直感と経験、漁師が直感と次々と動物の痕跡を見つけて漁師のまさに経験、自然と対話しているかのようで、命をいただいた川に携わる者として非常に有意義な時間となりました。一昨日かけたんですけどね、足跡がない。道が変わったか。山に入り仕掛けていた罠に獲物がかかっているか確認して回ります。罠にはこの立て札をつけなきゃいけない。そうですね。基本的には1回1個の罠に1個つけて。ここに道があると思ったんで、ここに1個罠かけた。どれですか？あ、これですね。ここにワイヤーがあって、こうやると埋まってるんですね。罠が出てくると。なるほど。ここに足を入れると罠が作動します。試してみます？これが足だとすると、ここに入れた瞬間に、ここに足が絡まるっていうか、足が捕まるってことですか？でこういう山に入ると常に周り見とかないと。クマが後ろから見てたりするんです。ここ誰も叫んでも来ないですよ。確かにそうですね。クマの足音聞こえなくて、なんか肉球の音って聞こえなくないですか？確かにそうですね。猫の足音って聞こえないじゃないですか。犬ってなんかちょっと聞こえるのに、爪当たりますもんね。ストンって落ちてくるんですね。で僕は青森の漁師から聞いたことがあって、周り見てクマいないのにクマに襲われたって言われた人がいて、その人鉄砲持ってたんで、なんか威嚇して逃げたらしいんですけど、なんでなんて聞いたら、通った先の木の上にいたらしいです。木の上から来ることがあるんですね。例えばこの木の上とかの3段目あたりあるじゃないですか。あそことかにいるんですよ。で、例えば僕がさっき通ったところを後ろを取って後ろから襲うという。基本はクマは襲うつもりはないんですよね、人間は。ほとんどないです。怖くて威嚇のつもりで襲ってくる。威嚇のつもりとよほど腹が減った時ぐらいですね。でもそういう時もあるんですね。雑食なんで。これですよ。うわ、すげえ。ちゃんとした爪の。これは何をしたんですか？爪研ぎです。爪研ぎ。猫と一緒です。ただ4つあるんで間違いなく角ではなくて爪ですね。すごい深さ。このぐらいの手の大きさですね、大体。ということは80キロぐらい。80キロはどうなんですか？大きい方ですか？でかいです。ツキノワグマだったらでかいです。ヒグマだったらちっちゃいです。ここはツキノワグマなんで、でかい方ですね。こういう山とか一番気をつけて広葉樹なんで。広葉樹、どんぐりを食べるとか。そう、上とかにいるんです、こういうとこに。こういうとこによくいます。で、俺、前あったのそこですもん。そこの木の上で寝てました。あそこの木といいの間。これ糞ですか？これですか？これはね、そうですね。鹿の糞。結構新しいですね。昨日ぐらいのかな。あれ？ここ来てんな、昨日。こっちに移動してる。道。バレちゃった、俺の罠。
はい、こうやって罠がバレると、なるほどね。あ、ここ危ねえからこっち行こうみたいなことを言うんです、あいつら。こんな感じで山が、なんて言うんでしょう、崖になってるじゃないですか。はい。で、本当にたまにこういう道があるんですよ。これ道です確かに道っぽい。ちょっと歩きやすいじゃないですか。うんうん。ちょっと歩きやすいところに、大体鹿の道があったりするんですけど、漁師の勘を頼りに動物がどのように移動するのかを推測します。これどうかな。あー、50キロまでは耐えれそう。50キロ以上あったら気ごと抜けるんですか？抜ける、だって僕の体重70キロで、ギリギリかな。場所はいいんですけどね。あ、大丈夫だ。こんなことします。30個ぐらい罠かけたらかかるんですけど、そんなことしたら罠の制限数超えちゃうんで。ああ、罠の制限数ってのがあるんですか？あります。一人何個？ 30個。なんであるのかは知らないです。今猟犬の話聞いてるんですけど、アインって犬を飼ってらっしゃって、でもう8歳で高齢なんで引退の時期らしいですけど、その猟犬っていうのはその犬が単独行動する。あ、そうそう、犬は単独。1匹で単独行動して、で鹿とか見つけたら吠えて集まるようにしてくれる。そうだね。まあ、もしくは僕が呼んだ方に来てくれます。アイーンって呼んだら、吠え始めてアイーンって呼んだらアイーンが聞いてくれるんで、そしたらまあ僕の方角の方に追い立ててくれるようになってます。それは猟犬としてトレーニングされた犬っていうのがいるんですか？それとも自分でトレーニングするんですか？僕は猟犬としてトレーニングされた犬をもらいました。2歳の頃に。ただあんまり本当はね、何匹ぐらいとか3匹とか4匹とかでやることの方が猟犬としては多いんですけど、僕の犬は1人じゃないと。1匹狼になったんです。で、そのアインが引退して猟犬は新しく飼うんですか？いや、ここの山じゃ飼わないです。あ崖が多いんで。あ、そういうことですね。向いてないです。お、通ってる。ここ。昨日じゃん。よく気がつきますね。毎日歩くんで。これ僕の足跡です。これ僕の足跡。本当だ。こうやって歩く。スリーガーの足跡があったら鹿です。上流なんもないんですよ。完璧な湧き水です。まあ飲まん方がいいですけど、あ、イノシシはこれで。これ僕の木槌ですね。罠にかかってる鹿はナイフでいけんですか？基本的にはここの顎下に人間だと柔らかい部分がないですか。いいですか？ここ柔らかいですよね。こうすると動けなくなるんです。確かに。まあもうちょっと力入れますよ。で、鹿だとちょっと口の方が近いんで、いわゆるこんな感じかな。いわゆる鼻とこの下の部分を押さえた状態で動けなくして、であと頸動脈をこう切るだけなんで、基本より僕より体重が重くなければ倒せます。だから75キロ以上じゃなければ基本は倒せます。大きいものだともっとで重いんですか？自分よりでかいものだと筋力で負けるんで。何キロぐらいまでいるんですか？一番僕が倒した中で一番でかかったのが108キロ。人生で1回だけやりましたね。その時だけ鉄砲を使いました。怖かったんで、もう角があって、でまあ近づけなかったですね、怖くて。そもそも100キロぐらいだともう竹やぶぐらいの、竹やぶというか草むらぐらいの大きさです。あれを耐えられるかっていう話です。
角だともう4段ゾなんでこれぐらいありますね。角があ刺さったら死にますね。あ、あれぐらいだったら鉄砲使いますね、怖くて。それ以外ほとんどがもう自分より体重が低いんでナイフです。ただ獅子に関しては50キロぐらいでもめちゃめちゃ怖いんで、これ使います。鹿よりも力が強いんですか？強いです。単調な動きしかしない代わりにめちゃめちゃ足が速くて、で一発がでかいです。食らったら、まあ、即死ではないですけど致命傷食らうんで、これで殴ると気絶するんですか？これで脳震盪を起こします。木槌なんでそんなに痛くないんですよ。痛くないわけじゃないですけど振動がでかいんで。なるほど。鉄のハンマーだと骨が折れちゃうんで、でそれで即死しちゃうんであんまりおすすめしない。木槌で一回叩いてナイフで手で切った方が血抜きがきれいになる。皮の抜きも簡単なんで、そっちの方が。駆除してすぐに血抜きをしないと肉も皮も良くない。あんまり良くないですね。特に電気ショックとかもあるんですけど、なんか皮がごわっとして、今みんなが思ってるようなイノシシ皮みたいな皮じゃなくて、なんて言うんでしょうね、なんかウェーブがかかった状の皮固まって、多分萎縮した状態で駆除されてしまうから、あんまりよろしくない。肉も良くないんですか？肉も良くないです。焼けますね。焼ける。味がちょっと落ちます。まあでもやっぱりたくさん食べないとわからないレベルです。それでも運転してたらいきなり止まって道ができてるっつってよく気づきますね。確かに道ですね。なんか歩いてる。わからん。ひずめだ。見て見て見て。ほら。これひずめが2個ある。こう来て、こう来て。ほら、ここにもある。いつですか？これ昨日か一昨日かのどっちかですな。こう来て、こう来て、こう来て。さすが漁師の、見る目ですよね。普通の人が見たら全然何も分かんないですけどね。精米所でぬか無料でもらえるみたいで。でも米は研いでます。米ぬかを回収し、獲物をおびき寄せる餌にします。鹿がいました。鹿って結構逃げないんですよ。降りても大丈夫です。むしろ見せてくれてるぐらいの感じ。あれ普通ぐらいの大きさですか？よく見てますね。ただこっち見て、メスの30キロってとこですね。もう1頭右に。本当だ。あれオスだな、右のやつは。なんでわかるんですか？ちょっと肌ツヤが違うんで。この距離で肌ツヤがわかる。あっちの方が肌がツヤが綺麗なんで、多分メスですね。左が。右がオスですね。今角がないから分かりにくいんですけど。角は1年ごとに生え変わるんですよ。先月羽全部落ちたんで、今角がない人たちも。で多分これ夫婦ですね。同じ大きさなんで。同じ大きさで夫婦になるんですか？大体同じ大きさで夫婦で、でかくなりすぎるとハーレム作れます。オスが10匹ぐらい囲います。で今回は1匹と1匹なんで、幼馴染みたいなもんですよ。こっちのやつこう行くか、こっちに行くというね。最後に皮を見せていただきました。同じ動物でも季節によって皮の質感が変わるそうです。これは野生動物ならでかもしれません。こんな感じです。ちょっと肌触りがこっちの方がなんかおかしいんですよね。こっちが夏でこっちが冬。ちょっと悪くないですね。確かにそう言われれば分かるような気もしますね。質感があまり良くないというか、皮質がね、床面が違うんです。柔らかさが足りんのですよね。確かにこうしっとり感がこっちの方がムニッとしてる感じが。
でも確かになんかこの肌触りと柔らかさと分かりますね。なんかちょっと質が違って違いますね。これを買ったこっちを買ってこれをまた買ったら違うみたいになりません？確かに。これどっちも鹿で、夏に取れた鹿と冬に取れた鹿で質が違うっていう話ですね。食べてるものとかその気温で状態が皮の状態がそうですね。動物の状態として変わる、イノシシもやっぱり夏より冬の方が質がいいですから、始めたきっかけっていうのがやっぱり皮が現品の状態ですね。生の皮の状態で捨てられていたっていういわゆる廃棄物問題がスタートでしたね。やっぱり私が初めて取った獲物も個体も鹿だったんですけど、皮むいた後捨ててたんですよ。埋葬処分してたんですけど、内臓は仕方ないにしても皮に関してはなんか利用価値ないかなと思って、で最初こいつを毛皮にしてみようということからスタートしましたね。自分で漁師になったきっかけは成り行きですね。何か崇高な目的があったわけでもなくて、強いて言うと、僕のお世話になってた先生が畑やってて、でそこにちょっと土砂災害で柵が壊れてしまって、でイノシシが入ってきたっていう話が一回あったんですよ。でそれでちょっと狩猟勉強を取ってみようっていうふうにただただあったら便利かなぐらいの感覚でスタートしましたね。でやってみたら意外と転職というか気があったっていうか、本格的に始めて、その一環で一つとして皮捨てられてたので何かできないかなということで皮を作り始めました。で作り始めて思ったのはプロに勝てないという、自分でやってできないと思ったから丹那さんにお願いしたんです。基本的には西日本から集めさせてもらってて、現在11社かな、年間だと大体2000枚ぐらい原費を仕入れさせてもらってます。個人的に大変だったことは体力仕事だったことと、2つ目が精神的に結構きついっていう、やっぱり生き物を僕の手で息を止めてしまうわけじゃないですか。やっぱり最初に僕も仕留めてしまった鹿たまに目に出てきますね。なんか PTSD とかでは全然ないんですけど、後悔もしないし、でもそれでもやっぱり覚えてますよ。40キロの鹿っていうたまに記憶にフラッシュバックすることあるんで、そういうなんでしょうね、精神的にとの戦いがあるかなと思います。ここら辺だとクマもいますので、倒した鹿をクマに狙われることもないわけではないはずですから、そういうことが起きないとは言えないので、危険ばかり多く得るものは少ないことですけど、でも最初から最後までできたら面白いですしね。自分で肉食べるときにこれ俺が取ったんだねみたいなできるし。自作の犬小屋ですか？自分で作りました素晴らしい犬小屋ですね。よいしょ。大きい。何キロぐらい？今25キロかな。お前重くなったな。ということで今回はバリードさんの活動の様子をお届けしました。今回は実際罠にかかった動物はいませんでしたが、気の遠くなるような罠漁の作業、そして漁師の直感と経験の凄さが伝わったと思います。害獣駆除された動物の肉は食用として利用されますが、皮の多くは破棄されてきました。それをなめし皮として販売するということは、いただいた命を余すことなく活用するための大切な取り組みだと改めて思いました。今回こうして一部ではありますが、ジビエレザーにとって最重要ともいえる狩猟に関する部分を知れたことで、これまで素材として使ってきたジビエレザーがより奥行きを持って見えるようになった気がします。生きていた動物の皮が革製品になるまでのストーリーと、そこに携わる人々の思いを知っていただくことで、その皮と物への愛がより深まっていくはずです。そんな素晴らしい皮を使って今後もずっと靴を作り続けられると嬉しいですね。それではまた。